ん？あら？このフライパンまだ全然使えるじゃない。ちょうどよかった。買い替えたかったんだよね。おはようございます。おはようございます。見られたかしら？このフライパン、ゴミ袋から取ったとこ。捨ててあったんだから泥棒じゃないけどね。ゴミ漁るとこなんか見られたくないもの。お母さん、どこ行くつもり？やだ。目を離したらすぐ徘徊。よしこちゃんに会いに行くのに、新しいお洋服を取りに行かなきゃ。いや、またおむつ外したの？知らない私じゃない。とにかく入ってお母さん。あら？何かしら？大変ね、蓬莱さんとこ。もう長いわよね、介護生活。老人ホームに預けたらいいのに。無理しないでさ。お金ないんじゃない？娘さん無職みたいだし。そうそう。さっきもゴミ袋漁ってたし。ゴミ袋？知らないの？よく持ち帰ってるわよ、娘さん。ゴミの中から使えそうなもの。今着てる服も私がゴミとして出したやつだったもん。うわー、悲惨。娘さんって言っても50ぐらいでしょ、あの人。無職で独身、親の介護。お先真っ暗ね、気の毒に。お願いだからじっとして。体拭かないと汚いでしょ。汚くない。私じゃない。あっち行け。母の介護は地獄の日々だ。逃げ出せるものなら逃げ出したい。妹の明美のように。もう嫌よ、私。出て行くわ、こんな家。どうしたの、明美。姉さんはずるい。私一人に介護を押し付けて。見てよ、このあざ。母さんがまた殴りかかってきたのよ。私のお金盗んだろって。金に執着しすぎて娘の私が泥棒に見えるらしいわ。母さんだって泥棒の私とは一緒にいたくないでしょうよ。待ちなさい。どこ行くの？どこでもいいでしょ。子供じゃあるまいし。後のことはよろしくね。明美！3つ年下の妹、明美も独身で、私たち姉妹は母と3人で暮らしてた。けれど、母が64歳の若さで若年性認知症に。当時、私は42歳。高校卒業後、小さい会社で正社員として働いていた私の給料と母の年金とで生活を支え、仕事が続かずバイトを転々としていた明美が母の介護に専念することになったのだ。明美が家を出て間もなく届いた一通のメール。入籍して横山明美になりました。幸せになるから私のことは心配しないでね。誰が心配なんてしてるもんですか。ボケた母を私一人に押し付けて。おかげで私は介護退職。収入は母の年金だけ。少ない貯金を切り崩す厳しい生活。そんな母が癌で死亡。享年73。貯金が底をついた頃、母の余命宣告を受け、不足分の生活費はカードキャッシングでしのいできた。母の死でほっとしている私は冷たい娘だろうか。やっと母から解放された。長生きされたら借金が増えるだけ。やっぱり、あんな母親でも亡くなったと思うと寂しいわね。明美。よく言うわ、母を捨てたくせに。出て行った後、家に寄り付きもしなかったくせに。ねえ、ご主人は？私、未だに会ったことないんだけど、妻の母親が亡くなったのに来ないってことはないんでしょ？葬儀の費用だって半分負担してほしいんだけど、無理だよ。あの人来ないから。離婚しようと思う。ずっと家庭内別居状態だし。ネットで知り合って相手のことろくに知りもしないで入籍しちゃったせいかな。暮らしてみると合わないことが多くてすぐに別れたくなったわ。なんでそうしなかったの？うちに戻るよりはマシだと思ったのよ。壊れていく母親なんか見たくなかったし。でも、これでようやく別れられるわ。私、ここに戻ってくるわ。もう決めた。
勝手なこと言わないでよ。今さら明美と一緒に住むつもりはないわ。姉さんに拒否する権利ないでしょ。このマンション母さんの遺産よ。半分は私が相続できるじゃない。確かに。お金に困ってここを売ろうと何度も思ったけれど、生活環境を変えると母の症状は悪化すると医師に言われ思いとどまった。それに売ったところでどうせ安いのは分かってる。築32年の 3DK。田舎だし駅からも遠く、バスで15分以上、バス停からも5分は歩く。仕方なくバツイチになった明美と私は同居を始めることにした。貯金もなくあるのは借金だけ。二人で働けば少しは生活も楽になるはずだ。ようやく決まった仕事はスーパーでフルタイムのパート。ブランクの長い51歳の私では正社員で探しても面接にすらたどり着けなかった。慣れない立ち仕事は辛い。無理の利く年齢ではないことを痛感してしまう。腰が。やめたの？コンビニのバイト。向いてないのよ、私。学生バイトにあれこれ上から言われるのよ。やってられないわ。やることが多すぎて覚えられないし、宅配便とか公共料金とか頭がパンクしちゃったわ。タバコの銘柄言われたってどれがどれだかわからないし、どんな仕事だって慣れるまでは大変よ。努力して乗り越えようとは思わないの？いいのよ、もう。店長にも怒鳴られたもの、使えないからやめろって。明美は相変わらず仕事が長続きしない。同居して1年、これで仕事を辞めたのは4カ所目だ。だったらさっさと次の仕事探しなさいよ。仕事ってうるさいな。私一人じゃ明美まで養えないの？貯金どころか借金があるのよ。わかってる？わかってるわよ。姉さんが作った借金がね。だから私に返済義務はないでしょうが。なのにうるさいったら。なんですって？元はといえば、あんたが介護を私一人に押し付けて逃げたからじゃない。それを。何すんのよ！何これ？送電停止に関するお知らせ？明美、あんた電気代払ってくれたよね。は？ほら、残高不足で電気代が引き落とされなかったから、先週振込用紙とお金、明美に渡したじゃない。払っといてって、あんたコンビニでバイトしてたし。何言ってるの？知らないよ。知らないわけないでしょ。さてはあんた使い込んだわね。やだ、何？怖い。もうやだ、怖い。ヒステリー。姉さんと住むの嫌だ。それはこっちのセリフよ。明美がまともに働かないから借金が減るどころか増える一方なのに。ねえ、本当に別々に住もうか？このマンション売って借金返して残ったお金を山分けして働くのが嫌なら明美は婚活でも今から始めたらいいじゃない。そうする。婚活しても無駄かもね。なんだかだらしなくなったもの、明美。昔より。洗濯してない同じ服を何日も着続ける。風呂に入らず寝る日も多い。ガス代、水道代の節約になるから別にいいけどね。もしかしたらそれで家計に協力してるつもりかしら。マンションの査定額は380万。売却を依頼したものの、上の方で似たような間取りが420万で売りに出されているが、1年以上買い手がついてないそうだ。どうか我が家は1日も早く売れますように。この本、古本屋に売れそうね。ご近所さんは余裕があるのね。使えるものやお金になりそうなものも平気でゴミに出す。おかげでこっちは助かるけど。お金？なんで？ 30 万円。これは神様からの贈り物だわ。25万は借金返済に、5万は生活費に。久しぶりにもやし炒め以外のおかずを食べられる。お米だってちょうど切れてたし。知りませんってば、もう帰って。
誰か来てるの？あけみ。姉さん。蓬莱さん、私がゴミに出した本拾ったでしょ。主人のへそくりが挟んであったはずよ。返して。同じマンションの。何のことですか？とぼけないで。そこにある本が何よりの証拠よ。あれ、うちが今朝出した本じゃない。オタクがゴミ拾うの有名だもんね。今朝も本の束を持ってくの見たってお隣さんから聞いたのよ。おかげで清掃車に回収されなくて助かったけどさ。早く返して、30万。わかりました。返します。とりあえず4万円。残りは明日必ず。またキャッシングしなくちゃ。4万だけ？どういうこと？やっぱり猫ババする気だったのね。すみません。とにかく明日まで待ってください。泥棒！近所に泥棒がいるなんて、これからは用心しなくちゃね。姉さん。ごめん。何も言わないで。あんたにまで嫌な思いさせて悪かった。でも、今は何も言わないで。これ以上責められたら死にたくなっちゃう。泥棒！オタクがゴミ拾うの有名だもんね。惨めだ。惨めすぎる。あの奥さんはきっとご近所に言いふらすに違いない。一日も早く引っ越したい。おはよう、あけみ。ゆうべはごめんね。何の話？あけみ。気を使ってくれてるのね。いいとこあるじゃない。婚活、頑張ってね。婚活？今夜でしょ？婚活パーティー。何それ？行くわけないじゃん。結婚なんてこりごりよ。申し込んでたじゃない。先日大喧嘩した直後。じゃあこの先どうするの？マンション売ったって借金返したら大してお金手元に残らないんだよ。ここを売る？何の話？は？あんただって賛成したじゃない。賛成するわけないでしょ。私はどうなるの？だから婚活するって覚えてないの？ここを売りに出してることも。売るなんて嫌よ。私不動産屋に行って販売中止にしてもらってくる。あけみ？話したじゃない。査定額も売り出す時も。覚えてないなんて変よ。ありえない。やることが多すぎて覚えられないわ。コンビニの仕事。まさか。この1年どのバイトも半月も続かなかった。覚えられない。だから怒られる。そればかり。頭がパンクしちゃう。使えないって怒鳴られたし。電気代の振込用紙とお金渡したじゃない。知らないよ。ゆうべはごめんね。何の話？あれもこれも本当に何も覚えてなかったの？まさか若年性認知症？母と同じ。だらしなくなったのも不潔になったのもそのせい？そんなはずない。あけみはまだ49よ。あれ？私はなんで走ってるんだろう。どこへ行こうとしてたっけ？ここはどこ？家からそう遠くはないと思うけど、帰り道がわからない。